ねえきなこ、チャット GPT の記憶機能って前に話したこと覚えといてくれるだけでしょ？実はそれもう古い話なんだよね。今のチャット GPT って会話全部を読み込んで人格まで勝手に組み立ててるの。人格までそんなことできるようになったの？2026年6月にドリーミング V3 へ刷新されて話題になってるんだよ。便利さの裏で新しいリスクも生まれてるんだよ。リスクってどんな？このドリーミング V3 がどう動いてて、なんで便利さと引き換えに新しいリスクを抱えてるのか、自分を守る方法まで含めて今日は全部見ていくね。よし、今日もしっかり聞くよ。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよう。でもちょっと待って、チャット GPT って今までも会話の流れはちゃんと読んでくれてたよね。何が違うの？その疑問はすごく正しいの。もともと同じチャットの中でなら前の発言はずっと参照できてたし、文脈も読めてたよ。でもそのチャットを閉じたら終わりなの。翌日に新しい会話を開いたらまたまっさらからやり直しだったんだよ。ああ、確かに僕が何やってる誰なのか毎回一から説明し直してる感じだよ。あれ地味に面倒。そこを根本から変えたのが2026年6月4日に米国のプラスとプロへ展開が始まったドリーミング V3 なんだよ。ドリーミング？夢って意味やろ。寝てる間に勝手に覚えてくれるってこと？タンカルマンあるやん。イメージは意外と近いの。チャット GPT の記憶派ね。2つの層に分かれてる。1つ目がリファレンスセーブドメモリーズ。リファレンスセーブド、もう舌が回らないよ。要するにどういうことなの？それ噛み砕いて。これ覚えといてって自分から頼んだ事実のリストだよ。設定画面に一覧で並んでて、いらないものは自分で消せるの。なんや、冷蔵庫にペタペタ貼っとくメモみたいなもんか。それやったら Y にも分かりやすいわ。そう、もう一つがリファレンスチャットヒストリー。過去の会話全体からあなたがどんな人かを自動で合成し続けるそうなの。勝手に？僕1枚もメモ貼ってないのに、裏で勝手に人物像が組み立てられてるってことか。怖いな。そこがオープン AI の狙いなの。見える記憶で透明性を確保して、見えない合成で手間なしの便利さを取る、あえて2つに分けた設計なんだよ。ただね、この自動で合成される方、思わぬ方向に暴走することもあるの。可愛い名前とは裏腹にね。白状するとね、私この機能が企業のアカウントに入るのはもっとずっと先だと思ってた。完全に読み違えたの。きなこでも外すことあるんだ。そんなに早かったの？2026年6月4日にアメリカのプラスとプロで先行提供が始まって、7月6日にはもうエンタープライズとエゲにも展開されたんだよ。一月しか経ってへんやん。企業向けってもっと石橋叩いてから入れるもんちゃうの？普通はそう。でも今回は約2週間の早期アクセス期間を挟んだ後、管理者がわざわざ切らない限りデフォルトでオンになる形なの。待って、気づかないうちにオンになってる会社もあるってこと？そういうこと。裏を返せばそれくらいオープン AI 側が性能に自信を持ってたってこと。実際公式が出した数字の伸び方がすごいんだよ。数字ってどのくらい良くなったの？僕にもわかるやつで教えて。ユーザー個人の事実をちゃんと思い出せる割合が 41.5% から 82.8% まで上がってるの。前提を毎回説明する手間が消えるレベル。いやん、半分しか覚えてへんかった相手がほぼ全部覚えてるようになったってことやろ？近いね。もっと差が大きいのが時間の経過を反映して記憶を書き換える精度で 9.4% から 75.1% まで来てる。 9% ってほとんど直せてなかったってことだよね。それが 75% まで来たならもう別物の道具だよ。でしょ。だから企業もこの速さで飛びついた。ただね、その速さが別の問題も一緒に連れてきちゃったの。でもさ、企業向けは学習には使いませんってちゃんと書いてあるでしょ？だったら会社で使っても絶対安心だと思うんだけど。そう思うよね。ところが実際はそこが一番危ない思い込みなの。安心の根拠が一つだけずれてるんだよ。
AI の学習に使わないっていうポリシーと会話を覚えていくメモリー機能はそもそも全く別のベクトルで動いてるの。別々に動いてるの？僕どっちも同じデータのことを言ってるんだとばっかり思い込んでた。そう、学習をオフに設定していてもメモリーがオンなら会話の中身はプロファイルとしてクラウド上に残り続けるんだよ。うわ、それ聞いてへんで、社外費の資料の中身まで勝手にまとめられていくってことやん。しかもエンタープライズ版は管理者が明示的にオフにしない限りデフォルトでオン。誰も気づかないまま社内情報の合成が進むの。気づかないうちに進むって怖すぎるよ。それ業界によってはすごくやばいことになるんじゃないの？金融がまさにそう。 SEC とフィンラっていう規制当局のすごく厳しい記録保持ルールに従わないといけない業界なの。でも記憶された内容を完全に監査したり決められた期間で破棄したりが制御できない。だから契約なしの利用は違反になりかねないと指摘されているの。病院とかはどうなの？お医者さんが患者さんの相談とかうっかり話しちゃいそうだけど。医療はヒパー。患者さんの保護対象保険情報が暗黙の記憶に吸い込まれると重大な漏洩事故として扱われかねないと指摘されているの。なんでやねん。便利になった分裏側のリスクがえぐいことになってるやん。ホームも同じアカウントで A 社と B 社の案件を扱うと片方の訴訟戦略がもう片方の文脈に漏れて秘匿特権を汚しかねないの。便利になったんだから企業も安心っていう。僕の思い込みが完全に崩れたよ。しかもこの問題ヨーロッパだと法律的にもっと大きな壁にぶつかるんだよ。ねえきなこ、さっきヨーロッパだと法律的にもっと大きな壁にぶつかるって言ってたよね。あれどういうこと？ EU には GDPR っていう個人データの法律があってね、そこでは忘れる権利っていうのが認められてるんだよ。忘れる権利？僕のデータ消してくださいって企業に言える権利ってことを？それ結構強い権利だよね。そう。しかも GDPR は明示的で曖昧さのない同意を求めるの。黙って人物像を作られるのはそこに引っかかりやすいんだよ。トリーミング V3 ってこっちが何も言わなくても勝手に覚えてくれるのが売りじゃなかったってね。そこが緊張関係なの。実際プライバシー規制の影響で EU 圏では展開に制限が出てるって指摘もあるんだよ。でもさ、文句言われたら消せばいいだけじゃないの？保存した記憶をポチッと削除すれば終わりでしょ？それがね、 AI の記憶はデータベースの一項みたいに独立してないの。学習した影響がモデル全体に溶け込んでるんだよ。例えるならもう焼き上がったケーキの中から青い着色料を一滴だけ抜き取るようなものなの。無理やん。生地に混ざっても打てるのにどうやって青いとこだけ取り出すねん。つまり僕が嫌いなレーズンだけ後から抜いてって頼まれても焼いた後じゃもう手遅れみたいな話？そういうこと。その特定のデータの影響だけを取り除く技術をマシーンラーニング、機械の忘却って呼ぶんだよ。性能を落とさずにそれをやるのは今の AI の構造では極めて難しい未解決課題なの。忘れる権利との溝はまだ埋まってないんだよ。ねえきなこ、今の話ってチャット GPT だけの話なの？ライバルの AI も同じように勝手に覚えちゃってるんじゃないの？いい疑問だね。実は3社とも記憶の作り方が全然違うんだよ。同じ覚えるでも設計の思想からして別物なの。思想を？難しいこと言うな。僕にはどこがどう違うのか正直さっぱりわかんないよ。じゃあ友達に例えるね。チャット GPT は何でも勝手にメモしてどの話題にもそのメモを持ち込んでくる友達なの。うわ、それちょっと怖いやん。昨日した愚痴を仕事の相談してる最中に持ち出してくるやつやろ。そう。それに対してクロードは話題ごとにノートをきっちり分けておいておく几帳面な友達なんだよ。プロジェクツって機能でそのノートの中身は外に漏れないの。仕事の話は仕事のノートの中だけ。へえ、ノート同士を混ぜないんだ。僕の引き出しみたいに分けてくれるなら安心して相談できるね。しかも会話のたびに要点をまとめ直してその要約を自分で全部読んで書き換えることもできるの。見えるんかい。さっきの何を覚えられたか分からへんのとは大違いやん。
透明性を大事にした設計なんだよ。そして Google のジェミニはまた全然違う方向へ進んでるの。検索履歴や Gmail までつながって生活丸ごとを文脈にするの。便利だけど預ける情報は一番多いんだよ。同じ記憶でも三者三様だな。どれを選ぶかって結局どこまで自分を見せる勝手話なんだね。なあきなこ、ちょっと告白していい？僕最近さ、AI に勝手に僕のこと決めつけられてる気がしてちょっと怖いんだ。その感覚すごく大事なんだよ。実はさっき話してた自動合成、まさにそこが暴走する怖さなの。心理学にカラーメモリって現象があってね、人の記憶って正確な事実じゃなくて典型的な型にどんどん単純化されていくんだよ。あ、それわかるかも。一回だけ怒られた相手をいつも怒ってる人ってずっと思い込んじゃうやつだよね。そう、それモッチーの例え今日一番的確だよ。同じ圧縮が AI のプロファイル合成の中でも起きちゃうの。例えば研究目的でいろんな思想の話題を調べただけなのに AI がこの人はこういう立場の人って一つのラベルに圧縮しちゃう。なんやそれ、 SNS のおすすめがどんどん偏っていって抜け出せへんようになるやつと一緒やん。近いね。でも違うのは偏らせてるのが自分のクリックじゃなくて AI 側の要約ってこと。 AI が勝手にフィルターバブルを作っちゃうの。怖いのは覚えられることそのものじゃなくて雑に決めつけられて要約されることなんだよ。なるほど。覚えられること自体より要約が雑な方が怖いのか。で、その決めつけって外に漏れたりしないの？鋭いところつくね。そこで出てくるのが MCP サーバー。 AI を外のツールやアプリとつなぐための仕組みなの。 MCP？ マルチプレイヤーの略？みんなで一緒に遊ぶやつじゃないの？違うよ。モデルコンテキストプロトコル。 AI と外部のツールを安全につなぐための標準規格なんだよ。便利な反面入り口も増えるの。怖いのはここから悪意のあるサイトを開いただけで AI のメモリー領域に勝手な指示を仕込まれる危険が指摘されてるの。はあ、サイト開いただけで Y のことを覚えてる AI の中身が知らんうちに書き換えられるってことやんけ。うわ、聞いてるだけで怖くなってきた。じゃあ僕らはどうやって自分を守ればいいの？大丈夫だよモッチー。誤って覚えられた記憶は自分の手でちゃんと消せるようになってるの。消せるんかい。てっきり一体覚えられたら一生ついてくるもんやと Y ずっと諦めとったわ。まずは画面左下のプロフィールアイコンをクリックして開いたメニューからセッティングスを選ぶんだよ。次に左の設定メニューからパーソナライゼーションタブを開いてメモリーのところまでスクロールするの。パーソナライゼーション、名前が長いんだよね。僕途中で迷子にならないか心配なんだけど。そこにマネージメモリーズってボタンがあるの。押すと AI が覚えてる事実の一覧がずらっと出てくるよ。うわ、めっちゃ書いてある。ヘルスケア業界で働いているって、それ完全に誤解やんか。それが例の暴走ね。その下りの右にあるゴミ箱アイコンを押せばその一件だけを個別に削除できるの。おお、まるっとリセット線でもピンポイントで消せるんか。それやったら気軽に直せるやん。しかもチャット欄に Forget that I work in the healthcare industry って打つだけでも消せるんだよ。お願いするだけでいいの？設定画面を開かんでもその場で言えば忘れてくれるってことを？そういうことなの。開かなくてもその場で消せるから気づいた瞬間に手を打つのが一番なんだよ。じゃあさ、そもそも覚えてほしくない話をするときは毎回後から消して回るしかないの？そこはテンポラリーチャット。プロファイルを参照しないし履歴にも残らないから機密の相談はこれ一応なの。じゃあ今日のまとめいくね。 AI の自動記憶は便利さと引き換えに新しい管理責任が生まれるっていうのが今日の話だったの。最初は勝手に覚えてくれて楽だなくらいにしか思ってなかったけど、まさかここまで奥が深い話だったとはな。どこに保存されて誰が読めていつ消せるのか、この3つさえ押さえておけば必要以上に怖がらずに使いこなせるんだよ。で、さっきの設定の手順な、画面開いて順番にポチポチするだけやったやろ。よし、あれ保存しとこ。
スクショでも概要欄のメモでもいいから手元に残しておいてね。設定画面って場所が変わりやすいから、こういう回って後から見返す人が多いのよね。運営目線でも保存して何度も見てもらえるのはすごくありがたいの。急にチャンネル運営の顔になったな。さっきまで先生だったのに。数字はちゃんと見てるからね。後記憶の流度や消し方はサービスごとに違うから、自分が使ってるやつで一度は確認してね。同じ覚えるでも中身は別物ってことか。使う前に1回は設定画面を覗いとくよ。よっしゃ、今日も話したな。この景気づけに投げ銭ボタン増やしとこか。ひまわりの種の缶、そろそろ空やねん。増やさないの。見てくれてる人がいるだけで十分ありがたいんだから、そこは謙虚にいこうね。ケチだな。まあいいや。飼い主が帰ってくる前にタブレット戻しとかなきゃだし、今日はこの辺にしとくか。そうね。みんなは記憶機能オンにしてる？それともオフ派？理由も一緒にコメントで教えてくれたら嬉しいな。あと、今日ちらっと触れた MCP 経由のリスク、実は AI エージェントを使いこなす上でも避けて通れない話なんだよね。そこはじっくり話したいテーマだから、また別の動画で詳しく掘り下げようか。お、ネタ増えたな。楽しみにしとくよ。参考になったら高評価いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。